スチョク医師も女官出身でした。9歳で王宮に入り、14歳でサドセジャの寵愛を受けました。サドセジャと共に過ごした期間はわずか2年と短く、正式に側室とは認められていませんでした。サドセジャが亡くなると、彼女は王宮を出て実家に戻りましたが、その後の生活は苦しかったようです。このことを知ったチョンジョは、彼女にスチョクの称号と住居や生活に必要なものを与えました。しかし、それ以降の彼女の記録は残されていません。後年、先の側室2人のスクピン・イム氏とヒョンビン・パク氏には、小1本のピンの称号が追号されましたが、スチョク医師は子供がいなかったためか、16本の身分にとどまりました。サドセジャの周りには敵ばかりではありませんでした。彼には力強い味方もいました。父の養母であり、セワンテビとして影響力を持っていたイノンワンフ。父の正室であり、養母でもあったチョンソンワンフ。同じ母を持ち、特に親しい姉だったファヒョプ恩樹。義理の父であり、重臣として彼を支えたホン・ボンハン。しかし、サドセジャの味方は次々にこの世を去ってしまいます。彼が17歳の時にファヒョプ恩樹が、22歳の時にはチョンソンワンフとイノンワンフが相次いで亡くなりました。これらの人物を失ったことで、サドセジャの孤立が一層深まっていったのではないでしょうか。サドセジャの味方でありながら、米びつ事件を阻止できなかったノロンパの重臣、ホン・ボンハンについてお話ししましょう。ホン・ボンハンはサドセジャの正室であるヘギョン軍の父、つまり義理の父にあたります。彼はサドセジャを支えようとしましたが、最終的に米びつに閉じ込められる悲劇を防ぐことはできませんでした。それでも腹違いの弟、ホン・イナンとは異なり、孫であるチョンジョを守るために尽力しました。ホン・ボンハンの家系は第14代王ソンジョの娘であるチョンミョンコンジュを先祖に持つ高貴な家柄でした。彼は30歳の時、娘がセジャピンに選ばれたことで王室と深く関わることになります。サドセジャが代理調整を始めると、ホン・ボンハンは義父として支えましたが、それに激しく対立する勢力がありました。
それが非外籍勢力のノロンパでした。若い佐渡世者は義父である本盆藩にしばしば悩みを相談していたようです。さらに娘のヘヨン軍よりも10歳も若いチョンソンワンフが王妃に選ばれると、王妃の外籍勢力とセジャピンの外籍勢力の間で対立が激化しました。この対立が佐渡セジャにさらなる圧力をかける要因となりました。やがて王妃側の勢力は佐渡セジャの行動を四女に誇張して報告し、彼が謀反を企んでいると訴えました。四女は謀反の疑いを信じませんでしたが、佐渡セジャ自身がその他の問題行動を認めたことで激怒します。佐渡セジャは地面に伏して頭を打ちつけて許しを請いましたが、四女の怒りは収まりません。その場にいた本盆藩も佐渡セジャをかばうことはしませんでした。国のために佐渡セジャの排除はやむを得ないと判断したのかもしれません。佐渡セジャが亡くなると、本盆藩は孫のチョンジョを支える立場に立ちます。一度失脚を経験しましたが、復帰し、チョンジョ即位後も協力的であり続けます。しかし、米びつ事件を阻止できなかったことは、彼の心に重くのしかかっていたことでしょう。結局、チョンジョが彼の処遇について迷っている最中、66歳でこの世を去りました。次に、佐渡セジャと敵対した人物たちについてお話ししていきます。本イナンは本盆藩の腹違いの弟です。つまり、佐渡セジャにとって義理の叔父にあたります。ドラマでは、チョンジョの大叔父でありながら敵対する姿が描かれ、なぜ親族である彼が佐渡セジャやチョンジョの敵になっているのだろうと不思議に思いながら見ていました。なぜ彼が佐渡セジャやチョンジョの敵となったのでしょうか。本イナンが敵対した理由は、佐渡セジャがソロンパに傾いたことでした。当時、ノロンパに属していた本イナンは、佐渡セジャが王になれば、ノロンパは政権を失い、粛清されるかもしれないと恐れていました。この危機感から彼は別の王族をセジャに立てようと画策しました。佐渡セジャが亡くなると、ノロンパはピョクパとシパに分裂しました。ピョクパは佐渡セジャに批判的で、シパは同情的でした。兄の本盆藩はシパの立場を取り、
弟の本イ南は玉波の立場を取りました。本氏兄弟はここで異なる道を選びました。さらに、佐渡世者の息子であるジョンジョが王になれば、父の無念を晴らすために、ノロンパや自身が粛清されると恐れ、世孫の廃位を主張します。四女が世孫に代理調整を命じようとした際にも、本イ南は強く反対しました。彼はドラマでは頼りない人物として描かれていましたが、実際にはノロンパ内の玉波を率いており、ジョンジョと激しく対立した実力者でした。しかし、ジョンジョが即位すると、本イ南は佐渡世者を陥れた人物として粛清の対象となります。親族であったため、最初は流罪に処されましたが、その後、時期を見計らって刑が執行され、流刑地でその命を終えました。キム・サンノは四女と佐渡世者の関係を悪化させ、最終的に佐渡世者が処罰される原因を作った人物とされています。彼は四女に対し、佐渡世者の行いを誇張して伝えたことで、二人の溝を深めたと言われています。佐渡世者が代理調整を始めると、政治の場では派閥間の対立が一層激化しました。佐渡世者を支持するノロンパの一部とソロンパに対し、非外籍勢力のノロンパが強く反発します。この非外籍勢力を率いていたのがキム・サンノでした。四女は後に、あなたの父の命を奪ったのはキム・サンノだとジョンジョに語ったとも伝えられています。キム・サンノは新しい王妃チョン・スンワンフが男子を産めば、その子を世者に擁立して権力を握るつもりだったようです。彼は佐渡世者に対して批判的な立場を取り、四女に佐渡世者の処罰を求める議論を主導しました。また、四女の側室であるペスギムン氏と結託し、佐渡世者の行動を誇張して告げ口していたと言われています。このような誇張された情報が四女と佐渡世者の溝を深める原因となり、後に米びつ事件を引き起こすきっかけとなりました。キム・サンノは佐渡世者への指導を怠った責任を問われ、流罪となります。その後、二度と政治的な力を取り戻すことはなく、この世を去りました。そして、ジョンジョが即位すると、キム・サンノは佐渡世者を陥れた張本人として
厳しい処罰を受けます。彼の官職は剥奪され、息子や兄弟も流罪に処されました。こうしてキム・サンノとその家族は厳しい報いを受けることとなりました。朝鮮王朝時代の官僚たちは自分が推す王族が政権を握らなければいつ粛清されるかわからないという不安の中で生きていたことでしょう。キム・サンノもまたチョンスンワンフに近づいたのは自らの立場を守るための賭けだったのかもしれません。過酷な戦争の中では正義や忠義だけでは生き残れなかったとも考えられます。そんな現実が悲劇の背景にあったのではないでしょうか。作品が完成です。お話の続きは次回の動画でお届けいたします。配信まで楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございます。もしこの動画を気に入っていただけましたら、高評価をお願いいたします。チャンネル登録や応援のコメントも励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。